こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、いつも見てる ETF の動向はまだ各社更新されてないので、今回は省こうと思います。代わりに今回は、市場に影響ありそうなファンドがたくさん出てますよね。まず ETF 関連では、これは前回の動画を撮った後に出た先月のファンドなので、ちょっと古いですけど、このチャンネルではまだ取り上げてないので見ますと、SEC がスポットイーサ ETF の S1 フォームを各社に返却、再提出を要求しています。詳細は明らかになってませんが、関係者によると、SEC が指摘している問題を修正して再提出する必要があるとのことです。以前までは早ければ7月4日までに米国でスポットイーサ ETF が取引開始されるという見解が出てましたけども、今回の動きがあったことから、もう7月4日の取引開始の線はなくなったという見方が出てますね。再提出後の進捗に注目ですね。あと、オンチェーンの方では、また米国、ドイツ政府による現物の動きが話題になってますね。まず米国は3375イーサ1200万ドル相当を別のアドレスに移動してまして、ドイツ政府は全部で 1500BTC、9450万ドル相当、600BTC と 500BTC を別のアドレスへ移動して、残りの 400BTC をクラーク圏、コインベース、ビットスタンプに送金してます。米国の保有は現在ビットコインが 21.3 万 BTC、イーサが5万イーサ、ドイツ政府は 4.4 万 BTC と、未だ大量保有となってますが、先月から続いている売りの動きがいつ収まるのかも注目ですね。あとその他の動きでは、これはこのチャンネルでは先週取り上げましたけども、バイデンの大統領選撤退予測が市場の方でまた盛り上がってまして、ポリマーケットの予測を見る限りでは、バイデン撤退予測が一時 50% になるほどの盛り上がりを見せています。また大統領選の勝利者予想の方では、現時点でトランプ勝利予想が 64% と、他を大きく引き離してリードしています。先週はバイデンの公認説も浮上してましたけど、株式市場、仮想通貨市場に大きく影響する米大統領選の行方にも注目ですね。あとはソニーグループの仮想通貨取引所が誕生したこともグローバルで話題になっています。見出しだとですね、ソニーが日本国内の取引所を買収して仮想通貨事業を始めるみたいな感じになってますけども、中身を見ると、ホエルフィンという取引所を運営しているアンバージャパン株式会社をソニーグループ 100% 出身の子会社、クエータウェブ株式会社が2023年8月に買収してまして、アンバージャパン株式会社の社名が S ブロック株式会社になって、もともとあったホエルフィンという取引所がリニューアルされるという流れになってますね。S ブロックスの発表ではですね、UI 画面のデザイン改善刷新に加えて、新アプリをリリースし、より使いやすいサービスの提供を予定していますと。リニューアル以降は、対応通貨や機能のさらなる拡充なども計画していますとのことですね。ソニーの取引所というのが非常にインパクト強いですが、リニューアル後の展開に注目ですね。あとは中国フィンテック大手、アントグループがブロックチェーン推進を目的としている子会社2社の資本金を大幅増額したのも話題になっています。子会社のアントブロックチェーンテクノロジー社、アントチェーンデジタルテクノロジー社は、これまでどちらも資本金は1億元ほど、ドル換算ではどちらも1300万ドルほどだったんですが、今回アントブロックチェーンテクノロジー社は1億元から15億元、約2億ドル、アントチェーンデジタルテクノロジー社は1億元から21億元、約2億9000万ドル相当に増額されたということで、中国系企業が本格的にブロックチェーン業界に参入してくるんじゃないかということで、一部で話題になっています。あと、コインベース、QCP キャピタル、コインシェアーズの各アナリストが、過去の7月の価格推移を見る限りですね、7月からはビットコインとイーサリアムがそれぞれ強くなるんじゃないかという予測を出しています。7月に入ったタイミングでですね、非常に強いファンダ、見解が多く見られるようになりましたね。ビットコインの価格は現在63,100ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米 ISM 製造業景気指数が予想の 49.0 に対して結果が 48.5 と予想を下回る結果となってまして、米ドル安、金利下落要因となってますが、米金利は先週から上昇傾向となっております。
米国債金利は 4.45 を推移しておりまして、ナスダックが 19,810、S&P500 が 5,470、ダウ平均が 39,160、キングオールドが 2,332 ドル、日経平均が 39,900 円、ドル円が 161.6 円となっております。個別株の方ではマイニング企業のビットファームズが6月の採掘量 189BTC と発表と、5月の 156BTC から前月比 21% 増となってまして、そのうちの 134BTC を880万ドルで売却してるんですが、保有量は先月の 850BTC から 905BTC と増加してまして、業績好調からか株価もプラス 4.2% と上昇してます。ライオットプラットフォームズからの買収が連日話題になってますが、株価反発してますね。あとは日本のメタプラネットがビットコインをさらに 20.195BTC 買いましたことを発表してます。保有額1000万ドル超えがグローバルでも話題になってますね。ただ株価は本日調整に入ってます。マイナス 6% ほど推移してますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 0.6%、額として320億ドル相当、先週から増加傾向となっています。比率として全体ではショートが 66.3%、マイナス目やロングが 65.9% としたようになっています。今後の指標としては7月2日に米上率求人件数、7月3日にポーランド従議員政策金利、米 ADP 雇用者数、米 ISM 製造業景気指数、7月4日早朝に FOMC 議事録などが控えております。米金利が上昇しながらも株式市場の各指数も若干強くなってまして、仮想通貨市場もビットコインを筆頭にですね、関連株も反発してます。先週の時点では月替わりにはなるけど、米国、ドイツ、マウントゴックスの売り圧が懸念されてるんで、何かしらいいファンドが出ない限り厳しい状況が続くんじゃないかなと思ってたんですけども、みんなタイミングを合わせたかのようにですね、強気のファンドを出して市場を申し上げられた感がありますね。チャートだけ見たら、週足、月足、またその他確定前後で強くなったという見方もできますけども、ファンドが発表された時間帯を見てもですね、6月29日に SEC が S1 を突き返して、イーサ ETF の開始がどうやら遅くなるという情報が出たのが大体そこで、その後7月1日の午前中にソニー、アントグループのファンドが出て、一気に6万2000を超えて6万4000の攻防になって、その後米国市場が開けてまた強くなったという展開でしたね。で、まだ週明けの ETF の状況は公開されてませんけど、この感じだとまた流入が強くなりそうではありますよね。チャートだけ見たら6万2000の攻防を抜けてまして、その次の6万4000の攻防で2回弾かれた形となってますが、空気は楽観的になってますよね。短期では上は6万4000の抵抗を超えられるかどうか、下調整が入った場合ですね、再度6万2000、またその下の6万あたりで耐えられるかが焦点になると思います。で、今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサの価格は現在3450ドル、BTC 建ては 0.0547 と先週から下がっております。先物の方では OI は全体でマイナス 1.0%、額として146億ドル相当、比率としては全体でショートが 55.5%、バイナス目はロングが 74.6% としたようになっています。ビットコインのおかげでドル建ては強くなってますが、SEC の S1 返却ファンドの影響か、BTC 建てでは弱くなっているといった展開です。ただファンダ的には一時的に延期になっただけですし、チャートの BTC 建てもちょうどそこあたりなんで、遅れて反発しそうではありますよね。ドル建てチャートだけ見たら3400の攻防を抜けてまして、次は比較的強いと見られている3600を抜けられるかが焦点になると思います。米国のスポット ETF の進捗に引き続き注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。SEC がシルバーゲートバンクを訴えています。マネーロンダリング対策を怠ったとして、シルバーゲートバンクに5000万ドル、その CEO、COO にそれぞれ100万ドルと25万ドルの罰金支払いを要求しています。このシルバーゲートバンクは2022年の FTX の破綻の影響で取り付け騒ぎが起こってですね、破綻した銀行の一つで、当時も銀行連鎖破綻懸念からビットコインが高騰して、このチャンネルでも取り上げてたんで、今でも覚えてるんですけど、その当時のことが未だにくすぶってるんですよね。SEC はシルバーゲートの銀行秘密法と AML コンプライアンスプログラムは不十分であり、約1兆ドルの不審な取引、FTX とその関連団体による約90億ドル相当の不審な送金を検出できなかったと主張しています。で、これの面白いところはね、その月曜に SEC が訴状を出してるんですけど、翌日の今日もう和解が成立してるんですよね。2年も3年も争ってるどっかの業界とはえらい違いです。もう FTX もね、破綻して各所で有罪決まってますし、銀行側なんで、ここで争っても何のメリットもないでしょうから、もう和解となったんでしょうけども、SEC はね、いろんなところから罰金をもらって、本日も商売繁盛となっております。あとはステーブル関連の話題も複数出てますね。
サークルが欧州の MICA 規制下で初となるステーブル発行ライセンスを取得しています。MICA 規制下で USDC と EURC を発行できるようになったとのことです。この欧州の MICA 規制は仮想通貨業界にとっては厳しすぎてですね、各事業者が欧州から撤退するというのが最近多く見られてたんですけども、サークルはライセンスを取得したようですね。バイナンスも最近この MICA 規制に準拠していないステーブルに関しては提供を制限すると発表してましたけども、これで USDC は助かった感じなんですかね。あとは USDT ですか。サークルはですね、MICA 準拠を達成した最初のグローバルステーブルコイン発行者として、私たちはインターネット金融のより包括的で準拠した未来を築くことに尽力していますと、X に投稿しています。ただ MICA のステーブルコインの規制を見るとですね、1日の取引が100万件を超えてはならないとか、結構利用制限があるんですよね。普及できない仕様になっているのが気になりますけど、サークルの進出を皮切りにですね、他も追随できるのか注目ですね。あとはバイナンスの FDUSD を展開しているパクソス社は、シンガポールでのステーブルコイン発行ライセンスを取得しています。また DBS 銀行との提携を発表してますね。パクソスはですね、厳格な規制基準で知られる MAS のような規制当局が定めた基準に従って発行されるステーブルコインは、ショート取引や金融サービスへのアクセスを民主化するための重要な一歩ですと声明を出しています。FDUSD は徐々に枚数増えてますけども、今後大手のシェアを奪えるのか注目ですね。あと他ではジェミニがピーター・マコーマックのサッカークラブレアル・ベッドフォードとスポンサー契約を締結したことも話題になっています。スポンサー料の支払いは全てビットコインで行われるということですが、このサッカークラブも試合のチケットやグッズをビットコインで購入できるようにして、ポートフォリオにビットコインを組み込んでからチームの財政状況もいいとのことで注目されています。私が気になったのはですね、今回のスポンサー契約の期間が5年に設定されてるんですよね。5年ってことは、今回の反撃サイクルだけじゃなくてですね、次の反撃サイクルまで契約してるということですから、かなり強気ですよね。ジェミニもチームも仮想通貨側なんで、当然といえば当然なんですけど、あとアルト関連ではトーンが各所で取り上げられてますね。テレグラムへの期待から VC のパンデラキャピタルやキングスウェアキャピタル、アニモコブランズが大量購入していること、またテレグラム内のゲーム、ゲイティズンがユーザー数2000万人突破、収益1200万ドルを達成したことなどが挙げられています。だいぶ前からよくトレンドになってますけども、ブルーになると各メディアがどう動いているのかを見るのも重要ですよね。当の価格は現在 7.8 ドル、BTC 建てはプラス 1.7%、時価差が9位ですね。時間足であそこの維持しながら右肩上がりとなってまして、再度 AT1 に迫る勢いとなってます。今回も VC の思惑通りとなるんでしょうかね。当の今後にも注目です。今日はこのとこですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。